こんにちは、パル先生です。今日のポッドキャストは自然なスピードでお話しします。今日先生がお話ししたいテーマは語学学習者にとってとっても大事なテーマです。外国語はどのくらいできたら話せると言えるでしょうか？これについてお話ししたいと思います。皆さんももしかしたら一度はこんな感じの質問をされたことがあるかもしれません。日本語話せますか？とか、英語話せますか？こんな質問を聞かれたことないですか？その時、みんなはどうやって答えますか？多分、多くの人は、少しだけ話せます。とか、まだまだです。とか、全然話せません。こんな感じで答えることが多いと思います。でも、実際に話してみたら、簡単な会話ができたり、自分の考えを少し言えたりっていう人も多いですよね。じゃあどうして話せると言わないのでしょうか？ここで日本の文化が関係してきます。日本では謙遜という考え方がとても大切です。で、この謙遜っていうのは、自分の能力とか実力を低く言うことです。例えば、本当はできるのに、まだまだですって言ったり、全然できませんって言ったり。こういうことはね、日本では失礼にならないように、相手にいい印象を与えるために、こうやって言うんです。なので、日本人に英語話せますかって聞くと、本当は話せても全然話せませんと答えることがよくあります。で、ここで一つ注意してほしいポイントがあります。日本人の全然話せませんは本当にゼロという意味ではないということです。例えば、簡単な会話はできたり、ゆっくりなら理解できても話せませんっていうことがよくあります。これは日本語学習者にとって少しわかりにくいポイントかもしれません。じゃあ他にね、次に考えてみてほしいんですけど、話せるってどんな状態のことだと思いますか？多くの人は間違えずに話せるとか、ネイティブみたいに話せるっていうふうに思うかもしれません。でも、実際はそんな必要はないと思います。大切なのは、コミュニケーションができるかどうかだと先生は思います。例えば、文法が少し間違ってもいいとか、発音が完璧じゃなくてもいい。相手に伝わって会話が続くなら、それはもう話せると言っていいと思います。で、もう一つ面白いポイントがあるんですけど、それは日本人は他人の語学レベルに少し厳しいということです。例えば、誰かが英語話せますと言ったとします。そしたら、じゃあペラペラなんだねとか、ネイティブみたいに話せるのって期待されることがあります。そして少しでも間違いがあると、まだまだだねと、思われることもあります。
なので、日本では話せるというハードルが少し高いです。逆に、海外では少し違いますね。例えば、日本語を勉強している外国人が少し話しただけで、日本語上手とか話せるねって言われることがあります。じゃあ、どっちの考え方がいいと思いますか？先生はコミュニケーションができたら OK っていう考え方がいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、言語はテストのためではなくて、人と話すためのものだからです。もうちょっと具体的に考えてみましょう。例えば、自己紹介ができたり、レストランで注文できたり、道を聞くことができたり、自分の意見を簡単に言える。これらのことができたら、もう十分話せると言ってもいいと思います。それから、レベルごとに考えることもできます。例えば、初級なら簡単なフレーズで話せる。中級なら日常会話ができる。上級なら複雑な話もできる。こうやって考えたら、話せる、話せないではなくて、どのレベルで話せるかという考え方になると思います。で、これってとても大事なポイントだと思います。みんなに言いたいのは、もし今自分はまだ話せないと思っているなら、ちょっと考えてみてください。本当に全く話せませんか？それとも少しは伝えることができますか？もし少しでも伝えられるなら、もうその言語を使ってコミュニケーションができていると言えます。で、それってとてもすごいことです。つまり、話せるということはゴールではなくてスタートです。自分で話せるって認めることでもっと自信を持って話すことができます。はい。ということでですね、今日は外国語はどのぐらいできたら話せるのかについてちょっとお話ししました。今日の内容はあくまで先生の意見です。なのでぜひみんなの意見もコメントで聞かせてください。はい。では今日のポッドキャストも見てくれてありがとうございました。じゃあまた次のポッドキャストでお会いしましょう。